おはようございます。たかしです。本日は7月17日水曜日、ただいま9時27分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。学生さん、シングルペアレントさん応援キャンペーンを実施中です。FX を学びたいけれども、サブスク利用料金がちょっと考えている学生さんやシングルペアレントさんの応援キャンペーンとして、ノートメンバーシップを月額980円でご招待します。希望される方は X から DM をお願いします。条件を通過した方には招待 URL をお送りします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日のポンド円の冷やしはこちらですね。ここのところ先週の金曜日から下げ止まりみたいなローソク足になっておりました。そしてようやく昨日は陽線、本日も陽線から始まってますが、上値は重いんですよね。昨日も上昇はしているんですが、わずかに上昇したというそんなところです。現在反発しているのがこの GMMA の青帯ではなく赤帯から反発しているんですね。ここのところずっと赤帯で反応しておりますので、ここから上昇していくっていうことも考えられるんですが、今のところトレンドとしてはこんな感じですね。青の GMMA と白いトレンドラインがありますが、この中で動いておりますので、もうちょっと下落してもおかしくないのかなと。GMMA の青帯ぐらいまで202円台とか、もしくはこのトレンドラインぐらいまで201円台、そのあたりまでの下落は見ておきたいんですが、基本的には上昇トレンド中ですので、下がったところを買っていく。そして現在は208円というところをもう一度目指せるのかというところを見ておきたいですね。ストキャスティックスはゴールデンクロスはしてきたんですが、中途半端なところにありますので、もう一段下落してからの上昇も考えておきたいです。では4時間足です。先週の金曜日からは4時間足ほぼ横ばいですよね。上がったり下がったりっていうのを繰り返しながら横の動きをしてます。昨日に関しては一旦午前中に上昇はしたものの、そこからずっと横ばいの動きをしております。現在 GMMA の青帯、ここのところは GMMA の青帯の上で推移していたんですが、為替介入で一旦 GMMA の青帯の下に入ってきました。そこから上値が重くなっておりますので、この GMMA の青帯を上抜けるまでは上値が重く、そしてそこからさらに下落、先ほど冷やしで言ってましたこのあたりですね、201円台とか200円台ぐらいまで下落する可能性があります。ただ冷やしで考えると GMMA の青帯がもう少し上にありますので、そうするとこの辺ですね、202円台とか203円台ぐらいで止まってくるかもしれませんが、もう一段の下落は見ておきたいですよね。 GMMA の青帯を上抜ければ、ここからは再び208円を目指すような動きになると思いますが、まずは4時間足の GMMA を抜けられるのかどうかというところに注目です。では1時間足です。1時間足では4時間足と違い、今度は GMMA の青帯の上にあるんですね。4時間足の GMMA の青帯がすぐ上を通ってますので、現在はこの1時間足と4時間足の GMMA に挟まれたところにあるので、ですので値動きが小さく分かりにくい動きになってきておりますので、まずはこの GMMA、4時間足、1時間足の GMMA の青帯をどちらに抜けるのかというところに注目です。上抜けてきた場合はこの黄色ゾーンぐらいまでの上昇、206.5 ぐらいまで、そして下抜けてきた時はこのあたりですね、204円ぐらいまで下落すると考えておきたいです。現在大枠ではこの中でのレンジみたいな動きになっているんですね。この赤い水平線で挟まれたレンジ、その中の中途半端な位置にありますので、ここから上昇するのか下落するのかっていうのが分かりにくくなっておりますので、トレードは慎重にしていくのがいいと思います。まずは先ほど言った4時間足の GMMA、そして1時間足の GMMA、どちらを抜けるのかっていうところに注目しておきたいです。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも日足では日足のトレンドライン、これですね。この白いトレンドラインにサポートされて上昇するのかっていうところですが、かなり上値が重いんですよね。昨日のローソク足がこれなんですけれども、昨日上昇したんですが、ほぼほぼ戻されてますよね。ですので、やはり基本的にはこの為替介入の下落の影響が大きくなってますので、上がったところは売られやすいんですね。現在はこの大きな下落、介入での大きな下落に対して調整の上昇をしているようにも見えますので、そう考えるとここからの再下落というところも考えておきたい。そうなると155円ぐらいまで下落していくのかなと考えますので、まずは現在は日足の GMMA に接触、それから日足のトレンドラインに接触してますので、ここから上昇できるのか、それとももう一段下抜けてくるのかというところを大枠では見ておくといいと思います。では4時間足です。昨日は一旦上昇したんですが、その後は上値が重く結構下落してきてますよね。一応理想的なのは GMMA の青帯、この辺りまで戻して、ここからの戻り売
売りですね。こういう動き、こんな感じですよね。GMMA の青帯から再び下落してくるという、そういう動きを想定しておきたいんですけれども、昨日はそこまで届くことなく下落してきておりますので、もしかするとここからダラダラと下落していくかもしれません。本日は上昇から始まってはいるんですが、基本的に昨日の動きを見ていても上値は重いんだろうなと考えますので、上昇してくればそこから売っていく分にはいいと思います。例えばこの辺の高値ですよね。159.5 付近まで引きつけて、そこでのここでのダブルトップみたいな形、それを意識しての下落っていうのも考えられます。ただ GMMA の青帯を上抜けてくれば、そこからは上昇しやすくなると思いますので、上昇方向をイメージされる方は、例えばこの下がってくるとですね、この辺、長い下髭を出してますので、この辺まで下がってくればそこからの上昇、もしくはこの高値、直近の高値を上抜けてくれば、そうすると GMMA の青帯の上に乗せて上昇していくという、そんな形のイメージが持てますので、そういう動きを待っておくのがいいと思います。では1時間足です。昨日は方向感なく動いてましたね。上昇下落、上昇下落っていうのを繰り返しておりました。現在 GMMA の青帯は横ばいですので、基本はレンジですね。なので上がったところは売られやすいし、下がったところは買われやすいという分かりにくい動きをしてますので、基本は先ほど4時間足で言ったようなイメージを持っておくのがいいかもしれません。上昇してくれば4時間足の GMMA がこの辺を走ってますので、そこにぶつかっての下落、そして4時間足の GMMA を上抜いてくればそこからの上昇の流れという、先ほど4時間足に書き込んだ矢印のイメージです。そんなイメージを持っておくとトレードがしやすいかもしれません。上位足を見ていても基本的には上値は重くなるだろうと思いますので、例えば昨日みたいに強く上昇してもその後結構深めに戻しをつけたりっていうことが本日も考えられますので、しっかり引きつけるっていうことが大切ですね。ただ1時間足の GMMA 横ばいですので、やはり昨日みたいな分かりにくい動きを本日もこの上がったり下がったりというジグザグという動きをしてくる可能性がありますので、そうなればトレードは様子見の方がいいかもしれません。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。